で、何が起こってるのかっていうと、結局その接客において自分を大切にしてもらえなかったっていう感覚が強く湧いてきてるんです。それをね、店員さんに求めるのがそもそも間違ってるんですけども、でも起きてることとしては、接客を通して私をないがしろにされた。それがすごく悲しいっていう感覚が湧いてて、でもその悲しい感覚を認めたくないし、そもそも悲しい感覚を感じたくないから、それを怒りにすり替えて、なんだお前は、なんだその態度はっていうふうにやるんですよね。でもあの裏側に隠れているのは、もう本当に孤独の恐怖とか悲しみだったりします。だから、切れる老人が増えてるっていうのはまさに、こんにちは。心理療法、それから音楽療法の浜翔子と橋本翔太です。今日お話ししたいことはですね、イライラ、アンガーマネジメントって話題になってますけども、そもそも怒りっていうのは、コントロールするべき感情ではなくて、その裏側に悲しみとか恐怖が隠れてるんだよ。だから、イライラしている時ほど言ってほしい言葉があるんです。それは、自分は悲しい、私は悲しいっていう言葉。今日はそのお話をしていきたいと思います。このね、怒りが悲しみや恐怖のね、代理感情であるってことは前もお話したことがあるんですけど、とても大切なことなので今日もう一度お話ししたいと思うんですね。まずアンガーマネジメントすごく流行っていて、例えばカーッと来た時に5秒待ちましょうとかね、そういうやり方もあるんですけども、そうやってね、怒りをコントロールしていこうとすると、怒りを抑えていこうとすると、実は抑えれば抑えるほど感情が失われていって、同時にエネルギーもなくなってしまって、そして最終的には実はね、鬱になっていくってことが起こるんですよ。言い方を変えると、怒りっていうのはその感情がたまりにたまってバーンと湧いてきている状態なので、ある意味ね、そのね、感情の最終形態みたいな感じなんです。どういうことかっていうと、普段から自分の悲しみとか怖いっていう感覚とか不安に素直に向き合えて、そこを感じている方っていうのはそんなに怒りにいかないんです。逆を言うと、普段からイライラしてちょっとしたことでカチンとくる方っていうのはですね、自分の中に悲しみとか恐怖をたくさん抱えている人なんですよ。だから怒りっていうのはある意味地面があってね、こんな風にお花があって、これお花私アレンジしました。やっぱり花は楽しいですね。このね、お花みたいに地面の根っこの下に悲しみとか恐怖があるとしたら、そこから生えてきているのが怒りだと思ってください。植物で言うとね。そうすると、アンガーマネージメントで怒りを何とかしましょうっていうのは、この上の部分を、生えてきた部分を何とかしましょうっていう行為であって、この根っこの部分は全然改善されてないんですよ。で、取り組むべきは、気づくべきはこの根っこの部分の感覚なんです。で、その際に大切なのは、先ほども言ったんですけども、自分がイライラしてる時とか腹が立ってる時に、私は悲しいって心の中でいいので言ってほしいんです。特にね、家族間で喧嘩してる旦那に対してイライラするとか、子供に対してイライラしてなんとかじゃないのよって怒鳴ってしまうような方ね、パートナーに対してイライラするとか、あるいは部下に対してイライラするなんていう時にはですね、そこでそのイライラをぶつけたり、なんでこんなにムカつくんだろうとか、相手のこういうとこが許せないんだよっていう前に、私は悲しいって自分で言ってほしいんです。私は悲しい。で、その後になんでって。私は悲しい。なんでって。そうすると、怒りの裏側に実は悲しいっていう感覚が隠れてたことに気づくんですよ。例えば、旦那に対してイライラして仕方ないって方はですね、旦那が私のことを分かってくれないことが悲しいってのがあったりするんです。子供に対してイライラするっていうのは、私が何回も話をしてるのに、子供がそのことを、分かってくれない。だから悲しい。
あるいは私がこんなに一生懸命やってるのに、この子から何か私に対して感謝の言葉もないし返ってくるものがない、だから悲しいなんていうふうに、その怒りの下に必ずその悲しみとか、そしてもっと言うと恐怖なんですけどね、恐怖が隠れてるんですよ。だから会社でね、部下に対してイライラしたり、同僚に対してイライラしてるっていう時も、私は悲しいって言ってもらいたいんです。そうすると、なんで悲しいのかが自分で気づけます。私は悲しい。なんで悲しいんだろうっていうふうに自問自答してもらいたいんです。怒りっていうのは、その抑圧した悲しみを感じたくない。で、感じたくないから抑圧しちゃうんですけどね。やっぱり人間って悲しみを感じるのすごく嫌なので、悲しみを感じたくがないゆえに怒りにすり替えてるんですけども、そこでイライラしてる時に私は悲しいっていうと、なんだか同僚に大切にしてもらえてない感じがある。私がせっかくこの資料を作ったのに、なんか感謝もされないし、なんか私って存在価値があるのかなって思ってしまうことが悲しいなんていう風にね、私は悲しいって思うと、それまでは矛先が相手に向いてたので原因がわからないんですよ。相手が変わればいいと思ってるし、相手が私を怒らせてるって思うんですけども、私は悲しいって一旦自分に矢印を向けると、今度はそのね、先ほどの植物でいうところのこの根っこの部分が見えてくるんです。あいつがムカつく、あいつがムカつく、イライラするんだよ。でもこの怒りを何とかしなきゃってやってるのは、この上の部分、生えてきてる部分を何とかしようとすることであって、私は悲しいっていうことによって、この根っこの部分に自分でふっと降りていくことができます。そうすると何が原因で悲しく感じてるのかっていうのがわかるんですよ。だからコンビニとかで、あるいは接客業とかで切れる人たちが増えてるって言いますよね。で、実際切れてる人たちが増えてるんですけど、あの人たちがで何が起こってるのかっていうと、結局その接客において自分を大切にしてもらえなかったっていう感覚が強く湧いてきてるんです。それをね、店員さんに求めるのがそもそも間違ってるんですけども、でも起きてることとしては、接客を通して私をないがしろにされた。それがすごく悲しいっていう感覚が湧いてて、でもその悲しい感覚を認めたくないし、そもそも悲しい感覚を感じたくないから、それを怒りにすり替えて、なんだお前は、なんだその態度はっていうふうにやるんですよね。でもあの裏側に隠れているのは、もう本当に孤独の恐怖とか悲しみだったりします。だから切れる老人が増えてるっていうのは、まさにその何が起きてるかっていうと、例えば孤独であることの悲しさとか、あるいはその自分の人生のこの先のことに対する不安とか恐怖とか、あるいは自分の体が老いていって思うように動かなくなっていってるってことを受け入れられなくて、そこが悲しいし怖いとかっていう、普段からここに悲しみとか恐怖が溜まってるんですよ。で、それを自分がちゃんと感じて受け入れていけば、そんな風に切れることはないのに、それをみんなしたくないし、そこに気づかないから、ちょっと外側の人がこの人のこの不安とか恐怖をつっつくようなことをすると、実際つついてないんですよ。実際つついてないんですけど、この人がつっつかれたと感じてしまうと。つまり普段からも自分は孤独で生きててもしょうがないし、もうこんな俺には価値がないんだって思ってる人が、例えばレストランで店員さんがね、たまたま疲れてて、この人に対して、優しい声かけができなかったとします。例えば、お茶も決まりましたみたいな言い方をしたとします。別にそれでもいいんですよ。本当はそのレストランってご飯を食べに来る場所だから、しかもその5つ星ホテルの高級レストランならまだしもね、定食屋さんでメニュー決まりましたって言われたら、これでお願いしますって言えばいいのに、ここにそういう不安とか悲しみを抱えている方、そして自分は無価値だなんて思っている方は、そういう言い方をすると冷たい言い方をされた、自分は冷たい言い方をされるような人間なんだ、価値がないんだ、俺はこの人から自分の無価値を指摘された、っていう風にババババババッとつながってしまって、そこでここの悲しみとか不安を震えさせ、刺激されちゃうんです。勝手に自分が刺激されてるんだけどね。で、そこで怒りにすり替えて、なんだその言い方はみたいな感じで切れるってことが起こるんです。
ただ実際に起きてるのは、そういう人ほどここの底の方にものすごい不安とか悲しみとか無価値観みたいなのを抱えていて、でこの人がすべきことは怒りのコントロールじゃなくて、ここに向き合うことなんです。この根っこの部分に向き合うことなんです。ところがこれをやっぱりね、したくないんですよね、みんなね。怖いことなので。だから皆さんも最初の話に戻りますよ。今日のお話に戻りますよ。イライラしてる時とかはね、相手にぶつける前に自分に言ってください。私は悲しいって。旦那にイライラする、嫁にイライラする、彼氏彼女にイライラする。そしたらそこでイライラをぐっと飲み込むでもなく、あるいはそのイライラをコントロールしようとするのでもなく、そこで一旦自分に言ってください。私は悲しい。私は悲しい。なんで悲しいんだろうって言うと、その怒りの本当の正体が見えます。その瞬間に怒りよりも自分が悲しいんだってことに気づけるはずです。ね。そしたら、その相手との人間関係も変わってくるんですよ。少なくとも皆さんが怒りで相手をコントロールしようとしたりとか、怒りをぶつけることによって人間関係を破壊してしまうとか、そういうことがなくなっていきます。なくなっていきます。なので今日のねお話ね、連日自己愛の動画なんかも撮影して、そちらも好評なんですけども、この自己愛の問題を抱えている人っていうのもね、同じで、この悲しみとか不安とか恐怖に向き合いたくないんですよ。だからこう怒りにすり替えて相手を攻撃したりするタイプが多いんですけども、とにかくイライラしがちな人、そしてイライラしてる人は、相手にどう怒りをぶつけるかとか、相手にどういうふうに言ってやろうとか、この怒りをどうコントロールしようじゃなくて、まずは一旦自分に戻してください。私は悲しいって言ってみる。私は何が悲しくてこんなにイライラしてるんだろう。悲しみを怒りにすり替えてるんだろうっていうふうに自分に問いかけてください。なんでって。そうするとね、自然と湧いてきます、答えが。そうか、私はこれが原因で悲しいんだ。だからイライラしてるんだっていうふうに、そこで気づくことができます。で、それが気づいた上で相手に伝えるっていうのは全然違うんですよ。何が何だか分かんないけれども腹が立つし怒りが湧いてきてて相手にぶつけるのと、これは自分の悲しみも原因なんだってことが分かった上で相手に伝えるっていうのはまた全然違うので、ね。だから今日お話ししたかったことは、まずイライラっていう感情はとても大切な感情なので無視しないでください。抑え込まないでくださいね。感情の最終形態じゃないですけども、怒りを抑えるようになってしまうと今度は鬱になってきますので、怒りはとても大切な感情です。実際鬱さが回復していく過程でね、イライラしてくるんですけども、それは回復している証拠なんです。鬱の回復過程でイライラしていることを否定して我慢しようとしてまた鬱に戻ってっちゃう方がいるんですけど、それって実は間違ってるんですよね。この辺は聞くだけ鬱抜け、フォレスト出版さんで出版させてもらった聞くだけ鬱抜けにも詳しく私書いてますので、とにかくイライラを感じたらまずそれを抑圧しないということで、その上でイライラしてきたらそれを相手にぶつける前に自分に聞いてください。私は何が悲しいんだろう。私は悲しい。まずは私は悲しいっていう、その上でなんで悲しいんだろうっていうふうに考えてみる。そうするとその怒りの下にあった本当の気持ち、本当の原因が見えてきます。悲しみとか不安とか恐怖とか、これが怒りにすり替わってたんだっていうことに、そこでちょっと気づけると思います。そうするとね、今まではこの根っこの部分を無視して上の生えてきた部分だけをどうにかしようってやってたんですけども、ここの根っこの部分に気づけるようになると、この根っこの部分が変化し始めるので、そもそも皆さんイライラしづらくなっていきますし、怒りへの対処っていうのも上手になってきますのでね、はい、これをやってみてください。今日は以上になります。高評価ボタン、それからチャンネル登録励みになります。ぜひよろしくお願いします。橋本翔太でした。